渡さない。私の猫よ。きっと裁判になります。猫バカのつれちゃんのおかげで猫と一緒に生活しております私。困ったことに黒丸くんは布団に粗相してしまう猫です。梅雨時の布団の干せない時期によくもやってくれたな。処刑だ、処刑。やめて。そのうんこは黒丸からのプレゼントかもしれないでしょ。プレゼント？黒丸はうたちゃんに何かあげたくてもうんこぐらいしかあげられるものがないんだよ。どうもありがとう。マジいらないけど。ある日、2丁目のバーに飲みに行きましたところ、弁護士さんと隣り合わせになりました。うちに猫がいることを話すと、彼は猫についていろいろ尋ねてきたのでした。やっぱり猫って手放せないものですか？そうですね。黒丸が病気で死にかけた時のことを思い出してよ。あの時布団にうんこぐらいいくらでもしていいから生きててくれって思ってたはずだよ。確かにそうかもしれない。なんだかんだ言ってもう一緒にいることが日常なので、いなくなったら非日常ですかね。そうですよね。実は最近まで裁判になりかねない泥沼だった案件を担当してるんですが、原因は猫なんです。なこちゃんは絶対渡さないからね。お前最低だな。そうはいくもんか。ナコは俺の猫だ。ふざけないでよ。何があなたの猫よ。あなたの猫だったらあなたに似てもっとトイレを汚くしたはずよ。お前こそふざけるな。お前の猫だったらお前に似てもっと凶暴だったはず。離婚の際、猫を手放したくない思いが衝突した場合、どういうことになるのでしょう。法律上はナコちゃんは物なんです。物ですって。物どころか神よ、このバチ当たり。まあ聞いてください。物である以上、いくらで売却できるか評価額を調べ、引き取る方が半額を相手に渡すのが通常のやり方です。子猫じゃあるまいし、人気種じゃないし、値段なんかつきませんよ。第一、いくら積まれても渡しませんからね。そういう場合、どうやって決着をつけるんですか？ベッドについては夫婦で話し合って決めなさい。ぐらいの法律しかないんです。裁判になるとどちらが引き取ることになるかは多分裁判官の裁量に委ねられてしまうことになると思います。裁判官の紫三寸ですか。裁判になったら自分が相手より猫をちゃんと飼える環境にあるか裁判官にアピールすることが重要になってきます。多くのケースでそれが決め手となっているんですね。自信ないんですか？旦那は実家に戻るからご両親がいるけど、私は一人暮らしになるから不利だわ。それに私、趣味も海外旅行。向こうに引き取ってもらった方が猫のためにもいいんじゃないんですか？定期的に会えるように交渉することもできますよ。そもそも、ナコを飼い始めたのは、夫は新婚当初から仕事が忙しいとなかなか家に帰ってきませんでしたし、帰ってきても全然コミュニケーションを取ってくれなかったんです。初めはただただ悩んでいたんですが、次第に夫の何もかもが嫌になってきました。もうダメかなって思い始めた時、なぜか夫はペットショップで猫を買ってきたんです。名前はどうするのって聞いたら、君にあげたんだから君が名付ければいいって夫は言いました。そこに解決への糸口が隠されていました。それって、それです。つまり猫は夫からのプレゼントならば共有財産ではなくて特有財産だと主張できるかも。詳しいですね。法律の勉強とかされたんですか？いや、南の帝王で。共有財産とは
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のことを言い、財産分与の対象になります。一方、婚姻の前から有する財産、または婚姻期間に取得した財産でも夫婦の協力に関係しない相続や贈与が原因となる財産は特有財産として財産分与の対象から除外されます。配偶者からもらったプレゼントなどは通常この特有財産に分類されるのです。これでいけそうだって私も思ったんです。私は夫に、依頼人はなこちゃんを特有財産であると主張していますと告げました。裁判などせずに穏便に離婚を成立させた方が早く次の人生を歩み始められるんじゃないでしょうか。お気持ちは本当にわかりますが、なこちゃんのためにも。ふざけんなよ。なこは意地でも渡さない。まさかあんな展開になるとは私も思いませんでした。夫は弁護士を立てて争うことにしたんです。本件裁判になると思いますよ。確かに買い始めは特有財産だったかもしれませんけれど、妻が家を空けがちになり頻繁に旅行に行くようになってからは夫がかなり猫の世話をしていました。猫が共有財産であることは明白です。で、どうしたんですか？私、腹を決めたんです。旦那さんと腹を割って話し合ってください。先方はあなたの思い通りにさせまいと意地になっているのかもしれません。本当の気持ちは、謝ってほしいことや謝りたいことを吐き出し合って心を整理したい。そうしないと次の人生に向かっていけないとお思いかもしれませんよ。旦那さんの思いをじっくり聞いてください。できるだけ素直になって。それができるくらいなら離婚なんかしませんよ。どんなに私が傷ついてきたか。向こうだって傷ついています。あなたから意地を捨てましょう。一番大事なものをつかみ取るにはそれしかないと思います。ちゃんと理解し合えれば、お二人が結ばれたことだって傷ついただけではないものになります。なこちゃんがそのチャンスをくれたんだと思いますよ。うわぁ、めちゃくちゃ踏み込みましたね。結局二人は話し合ってくれているんですよ。猫は依頼者が引き取ることになりそうです。そんな話を聞いて家の中を見渡すと、二人をやっていくには理解のメンテナンスをこまめに重ねていかなくちゃいけないんだなと思いました。ボタンなんかしょっちゅうかけ間違える。大事なのはすぐにそれに気づいてかけ直せるかどうか。うんこの匂いがする。うんこなんかないよ。絶対どこかでしてる。あったうたちゃんって本当にうんこにシビアだよね。うんこにシビアになれない人間が他の何にシビアになれるというのだろう。相手を理解することは簡単ではないけれど大切です。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。